家なしです。朝8時に始めて気づいたら深夜0時、14時間没頭したスプラトゥーンレイダースの感想を共有します。まずは本作の概要。本作はシリーズ初のスピンオフで、スリミ連合とお宝を探し、鮭の群れをしばくシングルプレイ主体のハクスラ系 TPS です。2026年7月23日発売。発売元は任天堂。あらすじとしては人気音楽ユニットでありながら義族としても活動するスリミ連合の風花、うつほ、万太郎がお宝が眠るという噂を頼りに地図に載ってない無人島群、渦潮諸島を目指します。彼らのヘリを操縦する腕利きの技術屋が主人公のメカニックで、島に不時着した一行は凶暴な鮭がうごめく中でお宝ハントに挑むという流れです。ちなみにレイダースは侵略者という意味です。鮭目線はそうですよね。システムとしてはシリーズおなじみのインクを使った三人称視点のシューティングで、コントローラーを物理的に傾けてエイムを定める、いわゆるジャイロ操作なのは過去作と同様なんですが、今回は対人戦ではなく鮭を相手取る PVE です。オープンワールドではなくステージ選択型で、1ステージあたりだいたい5分から10分、小規模のリニアなステージとか、制限時間内に敵を一定数倒す地下ステージとか、武器固定のパズル要素があるステージとか、ステージの種類は何種類かに分かれてますが、傾向としては大量の鮭を片っ端からしばく過去作のサーモンラン的な場面が多いです。過去作との差異としては、今作はボムがなくて代わりにガジェットというものがあります。スピード、パワー、テクニカルの3種類から好きなタンクを選んで、そのタンクに対応する複数のガジェットから1から3種類を選んで装備しておいて、で戦闘中 L やら R やら A ボタンを押して使用する感じです。その名の通り、スピードタンクのガジェットだと敵に高速で突進できたり、パワー系だと打点が高い攻撃が打てたり、テクニカル系だと何かを設置して援護させたり、そういう方向感です。クールタイムはガジェットごとに10秒程度なのと、あとステージによっては結構時間制限シビアなので、ガジェットは頻繁に使うことになります。さらにそのガジェットにパーツを装備することで、攻撃力とか範囲とかクールタイムとかをカスタマイズして、装備コストの範囲内で自分好みのビルドを組みます。またそれとは別に従来通りシューターやらチャージャーやら筆やらいろんな武器があるので、好きなやつを装備していく感じです。本作は武器がしばいた鮭からのランダムドロップ制で、武器ごとにレベルが定められてます。で、キャラにもレベルがあるんですけど、キャラのレベルに応じてドロップする武器のレベルも決まってる模様です。で、そのレベルからプラス5レベルまではアップグレードできるんですが、それ以上はアップできません。なので自分のレベルを上げると、それに応じてドロップする武器のレベルも上がるので、そこから自分の好きな種類の武器を都度選んでいくっていうのを繰り返しながらストーリーは進めていきます。ただし最高レアリティの武器だけはプラス5レベル以上にアップグレードできるので、終盤になるとお気に入りの武器を全通で強化できます。このシステムよくできてんなって思っていて、序盤から中盤は特定の武器だけは偏って使うことを許さないんですけど、でもある程度の好き嫌いは許容してくれる。例えば私、ローラーと筆あんま使いたくない派なんですが、基本はドロップするシューターの中で高レベルのやつを使えばよし。で、たまにドロップが偏って高レベル帯のシューターが出ないんだったら、しゃあないチャージャー使うかみたいな。でも終盤エンドコンテンツに挑む頃には特定の武器だけを使い続けられるので、縛りと自由のさじ加減がうまいシステムだなと思いました。あとは従来と違ってこっちの HP は明示されていて、HP が0になると一度だけピンチという状態で踏みとどまってくれて、そこから一定時間内にもう一発被弾すると死にます。ソロプレイの場合2回まで倒れられますが、それ以上倒れるとチャレンジ失敗です。難易度はトラベラー、レイダー、サバイバーの3種類で、サバイバーになるとどれだけ HP に捨て振りしてるかにもよりますが、敵の攻撃 1,2 発ですぐにピンチになるぐらいの歯応えがある感じです。あとは最大4人のマルチプレイも可能で、マルチ用のコンテンツがあるというよりは、1人で挑むステージに支援という形で複数に挑めます。ただしその分もちろん鮭は硬くなります。あと全員が解放済みのステージしか行けません。倒れた時の仕様はモンハンのような感じで、4人だったらパーティー共有で5回まで倒れられます。レベル差があるプレイヤー同士でもマルチ OK で、なんかどういう技術なのかよくわかんないんですけど、それぞれの画面から見える火ダメだったりヨダメだったりは、各々のレベル相応の数字が表示されてるのに、高レベルの人の攻撃ですぐ敵が溶けちゃうとか、あと低レベルの人は被弾ですぐ死んじゃうとか、そういうことが起きません。で、しかも難易度設定もそれぞれの設定を継承してるみたいで、サバイバーを設定した人はちゃんと数発で落ちるし、そうでない人だったら被弾にも余裕があります。要するにレベル差とか難易度設定差があるプレイヤー同士でもいい感じに楽しめるっていうことです。で、さらに獲得経験値としても自分自身のレベル相応の経験値がもらえますし、ステージによっては選択するタンクに応じてもらえるアイテムが変わったりするので、他人のステージを手伝うことが単に善意だけではなくて実利が伴うっていうのも双方にとってやりやすい仕組みに感じます。システムの説明は以上です。対応ハードはスイッチ2のみ。価格はダウンロード版で6480円。私は普段から PVP そんなやりませんが、スプラだけは例外で過去作は2、3をプレイ済み。最高ランクは A- のクソ雑魚必戦使いです。どっちかっていうとゲーム内の協力コンテンツ、サーモンランとか、あと一人用のコンテンツであるヒーローモードが好きなので、なんかそれっぽい今作にもそこを期待してプレイしました。難易度真ん中のレイダーで11時間ソロでプラス3時間フレとマルチでプレイ。メインストーリークリア済み。クリア済みとはいえクリア後要素として最高難易度のレイダー固定になる激辛ステージがあったり、これはプレイ済みの人しかわかんない
ない表現ですが、鮭レベル80なんていうとんでもないやつもあるので、ハクスラ的な遊びの余地はまだたくさんある感じです。ゲームレビューサイトメタクリティックのメタスコアは81でした。概要以上です。で、ここから私の感想。まず、面白かったです。てか、面白い。まだやるし。スプラプレイした方わかると思うんですけど、もともと PVP だから楽しいっていうか、なんかリアルで35度超える夏に、独創性のあるポップなビジュアルでコポコポいうサウンドエフェクト聞きながら、インクを塗り広げる感覚が私は好きなんですけど、だからそれが PVE になろうが楽しいに決まってるよねって感じ。総評としてはそれで特に素晴らしいと感じた点をキーワード化して2点紹介します。1点目、テンポ最強。もうとにかくテンポがいい。本作っていうかスプラはずっとそう。本作結構難易度高めで、これまでのマルチのサーモンランと違って基本ソロなので、鮭がみんなこっちに敵に向けて襲ってくるんですね。その関係で囲まれやすくてわちゃわちゃして死にやすい。しかも時間制限がかなりシビアで、クールタイムが明けたガジェットをちょっとでも使いそびれるとすぐ火力不足になります。というわけでステージ失敗しやすい。んだけど、ストレスなく何回でも挑戦できました。で、なんでこんなゲームテンポいいんだろうって考えた時に、もちろんシューター操作が軽快で、純粋にロード時間がバカ短いってのもあるんですけど、一個なるほどって思った他人の考察があって、例えば遠くに敵がいる時に誰から倒そうかなとか、今の射程から届くかなとか、頭では見極めしつつも、でもそもそも目の前に床塗られてなければ、手動かして塗るじゃないですか。移動しやすくするように。あと潜るっていう行為も、その高速で移動するっていうのと、インクを回復させるっていうのと、敵の攻撃を回避するっていう目的を同時に達成してるんですよね。だから戦況を見極めてるだけ、攻撃を回避してるだけみたいなシーンが少なくて、戦闘中に常にやることがある。で、それを同時に進められるっていうのが、テンポの良さに繋がってるんじゃないかとのこと。確かに。これは本作のというよりは、スプラ全体のゲームデザインの良さって話になるんですけど、ただ割と何度もチャレンジが必要で、あといろんな武器とかガジェットを試すっていう反復行為が多い本作だと、その良さが一層際立つなと感じたので紹介しました。ちなみに何度もチャレンジが必要とは言ったんですけど、失敗するたびに成功時とほぼ同等の経験値がもらえるので、時間が無駄になった感も薄くて、ヌルゲーマーの私としては合う仕様でした。テンポ最強。これが一つ目の良さでした。二つ目、これは私がゲームクリア後にインタビュー記事読んで、わかるってなったんですが、ゾーンに入る気持ちよさがあります。これまでのヒーローモードだと、インクレールに乗ってやぶさめみたく的を全部射撃するとか、一発の射撃で全部の木箱を破壊するとか、対鮭っていうより、ステージギミックとかパズルに立ち向かうテイストのステージも多かったと思います。ただ、本作も一応そういうステージあるっちゃあるんですけど、隠しコンテンツ的な位置づけで、メインはとにかく対鮭、サーモンラン的なステージの方が多いです。私、スプラの頭いい人たちが考えた我々を気持ちよくさせてくれる系のギミックステージ好きだったので、その点は寂しさがあった一方で、ただ、鮭をひたすらしばいてると、さっき言ったテンポの良さも相まって、あるタイミングで覚醒して急にめちゃくちゃ上手くなるんですね。ただウーバーイーツの呼び鈴とか邪魔が入るとめっちゃイライラするみたいな。今回例えば鉄球が跳ねながら衝撃波打ってくるうざい鮭になってるとか、過去作の鮭がマイナーチェンジされてて、フレンドと VC 繋いでプレイしてる時に、肩パッドボムいらないんだとか、あーだこーだ喋ってたんですけど、気がついたらみんな没頭して死んだ時に叫ぶだけであんまり VC の意味がなくなるっていう。と思ったら開発者インタビューでも、当初はフィールドにたくさん仕掛けを配置して、で、その仕掛けと一緒に協力して戦う仕組みとかそういう方向感で作ってたらしいんですけど、なんかスプラトゥーンらしくない。敵と戦いながら地面を塗ったり、イカになったり飛び移ったりする。そういう短時間内でのアクションの濃密さが長所だから、それを最大限に活かせる究極のワンオペの設計にしたって言ってて、確かにそのテーマ性に特化したゲームだなと感じました。PVP そんな好きじゃないけど、押し寄せる誰かに対してひたすら撃つってところは楽しみたいっていう人にぴったりだと思います。テンポ最強とゾーン突入、これが私が感じる本作の最大の魅力でした。あとはコウ立てするまでもないけどいいじゃんって思った要素をちらほら上げると、敵に攻撃ヒットした時にダメージ表記出るやつ、これめっちゃ助かる。これまでも射撃場の的とかには明確なダメージ表記はありつつ、基本は音で直撃か否か判断するしかなかったんですけど、本作はダメージ表記で明確即座にフィードバックされるので、なんかこの武器はこれぐらい中央で当てないと効果を最大限発揮できないんだなとかが分かってすぐ改善できます。なので従来より上達スピードが速い感覚があって、PVP のナンバリング作品未プレイの人でもスプラ始めるきっかけとして良さそうだなと思いました。それと柄にもないこと言うんですが、グラフィックのレベルがやばい。まずインクの表現がよりネバネバ、イカの動きに応じてより波打つようになってます。スイッチ2で新たに HDR に対応してる影響なのか、ネオンカラーの発色も良くなってます。ビジュアルの感度が低い私ですら、スイッチ2ソフトとしては初めて、スイッチと全然違うじゃんって感じたので、皆さんだったら進化をより実感できんじゃないかなと思いました。良かった点は以上です。続いて認識しといた方がいい点と気になった点を1点ずつ。
まず一つは反復感はあります。さっき言った通り過去作のギミック性、パズル性があるステージというよりは大量の鮭をしばくステージが多いのと、クリア後のステージも一部新規ステージはあるとはいえ基本的には既存のステージです。なのでテンポとかゾーンの面で言うと今回も健在なんですけど、プレイの幅で言うと過去作の一人用モードに軍配が上がる印象でした。なので鮭をボコす楽しさに期待して本作をプレイした方がいいっていうのと、あとステージに時間制限がある都合上攻撃力が物を言う世界なのでキャラとか武器のレベルが高くなきゃいけません。なのでどれだけ上手かろうがある程度のレベリングは必要です。特にクリア後はそれが顕著になってくるので、そのあたりのハクスラ的な遊び方は好みが分かれるというか、そういう側面があるって理解しといた方が良さそうだなと思いました。でもう一点気になった点っていうのもあれなんですけど、システム的には愚直なゲームだなって印象でした。スプラに対してよくあるビルド要素、いろんなサブ武器を使いこなそうとか、数値の範囲内で射程やら威力やらを強化しようとか、レベルを上げて威力を上げようとかを組み合わせた感じで、かつキャラとか武器ごとに攻撃力アップ、射程アップばっかに触れないとか、あまりにも極端なビルドはシステムでキャップされてるのもあって、そこは独創的っていうよりは愚直な印象です。なので今一通りご紹介したシステムとか映像から想像がつく範囲の一人用スプラっていう感覚なので、そこを念頭に自分に合うか判断すれば良さそうです。あとそれと任天堂にしては珍しく、プレイヤーサイドの操作方法については完璧なチュートリアルがある一方で、鮭ごとの倒し方については動線上一切説明がありませんでした。私もなんか爆笑モグラ倒せねえよクソって思ったら、その前に戦うモグラの鮭調査レポートから弱点が分かったりしました。スピンオフ作品買うぐらいだからお前過去作やってんだろ、じゃあ分かるよねで押してくる一面があったので、未プレイとかで弱点に気づかず火力不足で詰まった人、鮭調査レポートを見ましょう。以上、元々のゲーム性が面白すぎるので面白いやつを PVE にしようが面白いに決まってんじゃんということで順当に良作でした。珍しく私もクリア後も続けます。機会があれば一緒にマルチやりましょう。皆さんの本作の感想や好きな武器、嫌いな鮭、ぜひコメントください。今後も皆さんが面白ゲームに出会えるよう新作ゲーム片っ端からプレイして面白かったやつもうんって思ったやつも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつえなし。